皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在三宮の駅前にいるんですが、今回はですね、神戸の港にある、足湯に浸かりながら、美味しいコーヒーとパンが食べられるお店を紹介していきたいと思います。そちらの方にはね、こちらの、ポートループという、連接バスが便利なんで、そちらで向かっていきたいと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、そうしましたら連接バスのね、ポートループがやってきたので、こちらに乗っていきたいと思います。ただね、このバス停ね、ポートアイランド行きのバスが結構混み合うんで、なかなかのバス停に、つけることができないということがあるんでね、若干このバスもね、手前で止まっておりました。これね、連接バスといってね、前と後ろね、つながってるバスですね。はい、ではね、こちらのバスに乗っていきたいと思います。こちらはね、料金の方が230円になりますね。はい、それではね、バスの方が出発いたしました。出発しましたらすぐにね、左へ曲がって、フラワーロードを南の方、海の方へ向かって走って行きます。でね、このままだらだらと映像を流してても仕方ないんで、途中でね、港の方まで来ました。奥の方ね、赤とね、白の、宮崎カーフェリーが見えてまいりましたね。で、目の前がね、三菱倉庫ですね。最近はね、ほとんど、コンテナになってるんでね、こちらはもうほとんどね、閉まってますね。奥に見えてるのが5月に、できました、G ライオンアリーナ神戸というね、バスケットボールのね、プロリーグのところですかね。で、その隣にあるのがフェリッシモのところと、あとね、チョコレートミュージアム。チョコレートミュージアムといってもね、チョコレートがいただけるわけではなくて、チョコレートの、包み紙をね、展示しているところです。で、今左に見えているのが、あとはというね、光と水族館を、と融合したところですね。で、こちらが見えてまいりましたルパンの、バス、足湯に浸かりながらいただけるね、パン屋さんですね。はい、目の前がね、新港町のバス停です。最寄りの駅はね、バス停は新港町になりますんでね。で、目の前、おしゃれな建物が建っていますけれども、こちらが、天然温泉港足湯カフェとなっていますけども、奥の方ね、オープンテラスがあって、その奥にね、ルパンとね、なってますね。アニメのね、ルパンとは関係ないですね。こちらね、ホテルにパンを卸しているパン屋さんということで、結構ね、パン自体も、味がね、いいパン屋さんになります。はい、港足湯となってますね。右側、こちらがね、足湯に浸かれながら、食事ができるパンの場所ですね。はい、後ろね、大理石の、椅子とありますね。で、こちらがね、オープンカフェですね。結構おしゃれですよね。ただね、冬場はちょっとね、椅子ね、ちょっと冷たいかもしれないですね。またね、こちら冬場は経験してないんですけどね。こちらね、タオルの方も販売してますんで、タオルを忘れても大丈夫という感じですね。はい、それではね、お店の方に入りましょう。お店に入る際にね、やっぱり人を落としてはいけないんで、カメラを下の方に向けてまいります。はい、お店の中に入りましてね、パンを見ていきましょうかね。トレーと、トングを持って、パンを選びに参りましょうかね。まずこちらが焼きカレーパン牛すじ入りとなっていますけれどもね。で、下がね、あんパンですね。で、デニッシュとか、いろんなねパンがあるんですが、まずね、こちらクロワッサンですね。クロワッサンここね、非常に美味しいんですよね。でね、焼き菓子がありまして、ここの方ね、スイーツがあるんですが、まだね、時間的にスイーツはまだやってなかったですね。
でこちらが、食パンにねいろいろな、ソースを塗ってね焼き上げたものですかね。でこちらが、フランスの発酵バターの、メロンパンということですね。で上の方にもねパンがあるんですが、ちょっとねカメラ下向けてる関係で撮れてません。申し訳ございません。ね、明太子パンであるとかいろいろね美味しそうなパンがたくさんあるんですけれども、まずこちらね、北海道産じゃがベーコンパンでじゃがいもとベーコンがねしっかり融合したとっても美味しい惣菜パンになりますね。でちょっと気になったカレーパンですね。これね、油で揚げているんじゃなくてカレーパンをね、焼き上げてるんですね。なので油っぽくなくてねあっさりしてます。でね、筋肉菓子いっぱい入ってるんでね、ゴロゴロですね。本当に食べ応えがありました。しかしね、さすがにホテルに卸しているパン屋さんということだけありまして、値段的には若干割高かなという感じはしましたね。お願いします。あと、カフェラテ一つお願いします。ホットとアイスございます。ホットで。お召し上がりですか？はい。じゃあお願いします。はい。これね、パンを温めてくれるんですね。で、さすがにカフェラテが500円ほどしてたんで、全部で1374円でしたかね。はい。はい。パンを3つとカフェラテでね、1000円超えっていうのはちょっと痛いかなという気はするんですけどもね、パンがね、非常に美味しいんで、それを辺はね、納得かなという感じですかね。で、奥のカウンターで飲み物をいただきます。でね、飲み物がやってきましたんで、あとね、砂糖であるとか、マドラーですかねを取りにこちらの方にやってまいりました。こちらにね豚であるとか砂糖とかねミルクをカフェラテラでミルクはいらないですかね。はい。でこのねお店の中なんですけれども、結構ね店の中自体もおしゃれでね、まだ出来たてというのもあるんですけどもね、白を基調とした、清潔感のねかなりある、お店になってますね。床はね大理石なんですかね、非常にお金がかかってるのかなという感じはいたしました。このようなね感じですね。でね、食べる際はねちょっと外へ行こうと、足湯のねところへ行こうという感じで今外に出てます。ただねトレイ若干滑るんでね落とさないように気をつけてください。でね、表のオープンテラスがあるんですが、ちょっとこちらは暑そうだなということで反対側に移りました。あちらがね足湯のコーナーですね。すでに、ね、何名かもね足湯の準備をしてますね。こちらにもねオープン、テラスがあって表でね、食べることができます。でこちらの温泉足湯なんですけども、地下1150メーターからですね、天然の温泉を汲み上げまして、美人の湯としてね有名なところだそうです。タオルも100円で販売しておりますね。でこの南側にね温泉施設ねこのねドレンと書いてるんだけど温泉施設がございます。で足湯に使って、パンをねいただいていきたいと思います。ちょっとね表から見られるのこっぱずかしいですけどね、ちょっとねケモクジャラの足で申し訳ないですね。はい、まずね、カフェラテからいただきます。このねルパンと書いたね、紙のカップが結構ねかっこいいですよね。でしっかり厚みがあるんで厚さをそんなに感じないですね。紙カップを持った瞬間に熱っていうのはねここではないですね。はい。でね紙ナプキンも結構しっかりしたものでね、まず次カレーパンから
いただきます。焼きカレーパンなんで油っぽくなくてね、筋肉がゴロゴロ入ってまして、辛さはねそんなに辛くなくて抑えられてましたね。次にじゃがベーコンパンをいただきます。こちらもねじゃがいもがゴロゴロしててね、ベーコンもしっかり美味しかったですね。ほんとね、ここのパンはね、もう外れがないような感じですね。最後にクロワッサンをいただきたいと思います。こちらね、発酵バターかなんかよくわかんないんですけど、バターの香りがしっかりしてましてね、皮がサクサク、中がしっとりしたね、クロワッサンで非常に美味しかったですね。私、クロワッサン大好きなんですね。で、最後までね、美味しくいただきました。それではね、食べた食器をね片付けて次でいきたいと思います。で、表にねこのように台がありまして、こちらへね、ゴミを片付けることができます。プラスチックと、紙類をね分けるという感じですね。で、陶器のお皿が乗ってたんでね、中の方に持って入りました。滑るとね、割れると大変なんでね。はい、それでお店を出ますね。お天気いいですよね。この日本当に暑かったです。はい、こちらがね足湯カフェのルパンさんですね。おしゃれな建物でしょう。はい、奥にね先ほどいただいたルパンさんがありまして、その左側の方に、目を移していくと、すぐ横にはね光と水族館が、融合した、アクアリウムのアトワという水族館がありますね。で、さらにその左の方にはフェリシモとチョコレートミュージアムがあります。で、こちらね、チョコレートがいただけなくてね、チョコレートの包み紙だけでございます。で、このね、建物の奥には、先ほどのね、2025年5月に完成した G ライオンアリーナ神戸というものがございます。で、下にはねこのようなね散歩ができる、気持ちのいいね空間が広がっておりますね。はい、でね、三宮からではなくて JR のね神戸駅からもあちらのね新光町の方には向かうことできます。でね、この JR 神戸駅の南側、中央口の南側ですね、こちらの方に首を振っていくとバス停がねあるんですね。で、こちらがね同じような、ポートループのバス乗り場なんですけども、朝早い時間帯はねポートループがないので、新規バスの、ポーワイキャンパス前行きが中央、市民病院前方面に乗っていきます。はい、今回の動画いかがでございましたでしょうか。今回は神戸の港周辺で足湯に浸かりながら美味しいコーヒーとパンが食べれる、お店を紹介してまいりました。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをいただきましたら大変嬉しいです。それではまた皆様と次回お会いできることを願いまして、さようなら。